飯田本家の社長来たって。最終目標はになりたい。たまたまその友人といったジャズバーに彼女がいて、でその友人はその自然栽培つながりの友人でもあるんだけど、彼女とはそのジャズ仲間みたいな。で彼はそのパーカッション、ドラムとかを叩いてて、じゃあ彼女の店に行ってその2人でセッションやって、そこで紹介をしてもらったのがジャズバーで。ピアノ弾き終わりました、友達来てます、挨拶行きました、初めましてって言ったら、演奏お疲れ様でした、喉乾いたでしょ、好きなの飲んで、水でもお湯でもっていう。僕なりにこうかなりウィットに富んだジョーカーがすごいドン引きをしてた。家に帰って母親に「今日新田本家の社長来たけど最悪だよ」出会いそうどん底からだから第一印象がいいところからもいいとこ行くしかない。どん底からどうして今に至ると。なんでもかちょっと今考えるちょっととやっぱり始めた時にちょっと気にはなってた。ちょっと認識でそういう今絶対そんな注文は受けないんだけど、私の姉の子供が生まれたタイミングで知り合いに書家がいたから、書家にその子供の名前を書いてもらったお酒を作りたいっていう相談をしたら PB を作る。ああ、その命名みたいな。そうそう、すごい小ロットで、絶対普通やらないのにしょうがないな、もうやったるか俺みたいな。それは言いましたね。平行平行線をたどっていたんだけど、いつの間にかこうちょっと一言的に言うとかっこいいよね。なんかジャズバーでそう出会いの女性と映画のような酒蔵が出会う。じゃあ俺もジャズバーのお客様に行けばとりあえず水とお湯でもっていう水とお湯でも水でもお湯でも好きなもの。このトークお借りしてもいいですか。もちろんですよ。その代わりうまくいった暁には何かしらわかりました。バックいただける。他にも一人で東京来てイベントをこの間もやられてましたけど、相当活動的にやられてるなというふうに見てて、ね、マコさんもそういう人が見つかるといいなと思ってるんですけど、だからそのやっぱ自分にないところを補ってくれるから最高ですよね。これ僕もその出たがりだったら2人で出てたらこれは大変なんですけど、僕はどっちかというとこもってたい。で彼女はやっぱりその、得意かどうかわかんないけど、そういうのをやってくれるので、それは助かっております。実は極度な人見知りそうなんで言うんですよ。自分では局には人見知り。人見知りなんですよ。人見知りです。そんな気がしますけど、僕も人見知りなんで。頑張って自分からこう挨拶とかいけないっていけないですね。初めて。でもだいぶいけるんですけどね。それは多分お酒の力を借りる。人前で演奏する機会が多かったとか。けど演奏は何百人何千人いても平気だけど、そこでこう曲紹介とか MC が本当に苦手で、メンバー紹介と曲しか言わない。もっと喋れ。確かに喋りはあんま上手じゃない。イベント結構ここでやれてるじゃないですか。東京からバス出したりとか相当な規模でやってらっしゃって、他のクラでいうとなんかあんまり自分たちでイベントしたりとかお客さんと直接コミュニケーション取りに行くっていうのをやるクラって結構少ないなと思ってて、そんな中で市販店に頼ったりとかせずに自分たちでこういうイベントをやるっていうところなんかこだわりがあるのかなと思って。そうですね。結構今全国で個性的な酒蔵さんってあるじゃないですか。寺田さんとか、奈良の方だと花友屋さん、水元、やっぱりうちもそうだけど、やっぱりそのなかなかこう
お店に置いていただくだけでは売れないんですよね、そういうものに興味持ってくれるだろう人にやっぱりこうアプローチしていって自分でこうお客さんを作っていかないとなかなかやっぱりその小さい市場なので売れない変わったことやってるから雑誌とかで露出は多いんだけど実は売れないっていうのが結構その辺の蔵の共通の悩みでございまして、やっぱそこは一つやっぱり自分たちでそのファンというかサポーターを増やしていきますという思いもあるんですが、でもやっぱり一番最初にそのイベントをやるきっかけっていうのはやっぱ震災なんですね。さっきも言いました震災でやっぱり売り上げ2割落ちてしまってやっぱ福島で自然派ってありえないよねぐらいに言われてしまった中で、でも幸いここはその風向きとか地形の関係で放射能の汚染はほとんどなくて済んだんですよね、だからその3月11日に震災あって、でも4月5月にはもう田んぼの作付けもできるぐらいなとこだったけど、やっぱりお客さんから見たら福島って一つで、じゃあそれが蔵に来てもらうと。蔵に来てもらってすごくいい場所ですよね。で話聞いたらちゃんと放射能も分かってて全然問題ないレベルでお酒ももちろん全部検査してて、でやってることはやっぱりすごく共感できるし、飲んでみたらお酒も美味しかったので、じゃあイベントに来て安心したんでじゃあ飲んで応援しますと、そういうお客さんはやっぱり草の根的に増やしていくしかないかなというふうに思ったんで、それから蔵に来てもらうと。でそれにはやっぱりイベントだったりこういうギャラリーだったりを作ろうと。でちょっと頑張ってイベントしようよって言ってみんなにやっぱり土曜だったり日曜だったりするんで、ただでさえ休み少ないんだけども社員にも本当に今正念場だから一緒に頑張ろうよということで、お酒のイベントだけだとやっぱりお酒飲めない人、お酒に興味ない方には響かないので、じゃあ、自分たちの畑で、原料から小豆だったり小麦だったりそういうものを自然栽培して、でその原料をもとに自分たちで手作りした、ノンアルコールの発酵食品だったりスイーツを売ろうと、そしたらお酒飲めない人も興味ない方も未成年の方も授乳中のお母さんもみんなで家族で来れるじゃん。でそのスイーツデーという名前でお酒とスイーツでその来たお客さんが安心して持って帰って他の人に紹介してくれるというか、それが一番近道かな。一回うちのイベントに来たことあるんだよとかっていう人が、東京でそれこそおかみが出て行って、やるイベントにわざわざ来てくれて、新田さんのスイーツで行ったんですよ、で友達連れてきましたみたいなのが少しずつこう広がってきているので、それはすごくありがたいし、そこはやっぱりその皆さんの強みだねと言っていただける。でお酒屋さんも新田さんのお酒の指名買いが多いところ、それはそのお酒屋さんにとってもまあなんだろう、援護射撃になっているから、それはそれでお酒屋さんもすごく大事にしているし、とてもいい関係ができて出始めてきてるかなと思います。ファンの方って強いですよね、あれが横のつながりもサポーターさんね、サポーターすごいですね。財産ですね。僕もサポーターしてますこれやるけどそういうこれがウィットに飛んだそういう意味では蔵の人たち、社員さんだけじゃなくてその周辺の飲む人たちも含めたコミュニティが出来上がっていって、それがさらに地域としての自給自足みたいなところにつながってっていう新しい町がまた出来上がるようなイメージですね。うちの夢の一つがやっぱりその蔵と村の相思相愛っていうのが夢の一つで、僕らこの村の米でこの村の木でお酒を作ろうと、この村あっての新田本家だけど、村の人にしてみたらやっぱり新田本家あっての村でもあるぞと。こうイベントすれば本当にお客さんいっぱい来てくれるし、でその田んぼがみんなその無農薬で、だから川もきれいだから魚いっぱいいて、やっぱこう気持ちのいい田舎なんだと、元気のいい田舎なんだと、それがやっぱり新田本家があるからだと、そういう村との相思相愛ですごくいいなと思ってるし、やっぱりそれはすごい強みになるなとしてますね。だからイベントもやっぱりうちのイベントは村のイベントだと思ってくれるようになりたいと。新
宮のイベント、こう車があちこち路上駐車されて迷惑だなっていうのではまだ困るね。なるその日ぐらいはうちの庭に止めさせてるからみんな行くんだろうっていう感じで、後で俺も行くからみたいな感じのその立ち位置になってたっていうね。スタッフが今25人ぐらいいますね。はいはい。そのお祭りの時は1000人とか2000人とかお客さんが集まって、到底そのスタッフの人数じゃ回せない回せないんですよ。そこでこう100人ぐらいのサポーターが全国に海外から台湾とかに来て一緒に運営を手伝ってくれて、ここでサポーターに向かって改めてありがとうございます。ありがとうございます。俺のこと知らないサポーターに社長ですみたいな、あ、はじめましてみたいな人もいます。強いこだわりとか個性みたいなものがやっぱり核にあって、なんかそれを取り巻く人たちが集まってきてっていうのがなんかすごく今後こういう形の商品とかの時代が来る気がすごいしてるんで、僕らとしては突出してるけど尖ってないっていうところですよね。引き狼じゃない感じというか。欲しいなと思います。今回倉本さんにこうしっかりこう迫るっていうところが初めてでして、初めに貴重な。大丈夫ですかこんな。いや僕はただただ今日は感銘を受けてるだけっていう普通にただ勉強させてもらってる感じですね。だって真面目には生きてますよ。くだらないことを言ってもちゃんと根は真面目です。ね、真面目で明日から頑張ろうと思います。身が引き締まりました。負けないように頑張ります。とんでもないです。背中を追いかけ続けます。最終目標は宗右衛門になる。交互の声が聞こえる男になる。もやしもんの話そうをいう主人公ですね。本当にこうなんていうんですか、極めればそれこそ米を洗っててこう吸水するじゃないですか。で28バースはそうとか30バースはそうとか、いつかこう米の声が聞こえるようになるんじゃないかなって思ってて、もういいわ。倉月候補もちょっと今年3をめでますみたいな聞こえてくるんじゃないかなと、いつかそうなりたいな、本当にやっぱそこを極めていくなっていうのが僕のその職人としてはそこを見たいなという。今でこそこういろんな科学的な解明されてるから、木本は乳酸菌、硝酸還元期から乳酸菌が来て、だから雑菌到達されてって言うから安心してできるけど、江戸時代の頃の人って本当にもうなんかこう試行錯誤五感だけでそういうことをやってたじゃないですか。中にはね、聞こえてた人いると思う。そういうことですよね。見えてた人がいないとできないし、言うと返事扱いされるから言わないけど、見えてるから絶対大丈夫だろうみたいな人が多分いたんじゃないのかな。やっぱそういう本当にこうなんていうかこう研ぎ澄まされた五感を持って酒造りができたら、まあそれはそれですごい楽しい。蔵はやっぱり自給自足の蔵を目指していきたいと。他にはない。他と別にこう競い合うわけではなく、日本酒のこう多様性の一つの部分として新田本家が存在してくれれば、それはやっぱり400年500年続いていく価値があるかなというのが、その蔵としてはそういうところに行きたいと思います。こんなにこう楽しくだけでも許される取材が初めてです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、ありがとうございました。神谷とよろしくお願いします。はい。いやー、すごい話でしたね。いや、壮大だったね。ビジョンが違うよ、君とは。本当こんなことやってる場合じゃないですよ、本当にもう。400年、500年考えいや、てましたから。すごい。自分だけいいやっていうのはダメなんですね。僕はもう刹那的な生き方しかしてないから後に残すっていうことを一切考えずに生きてるから8代と18代の差が出ましたね、かなり。重みの違いが重みは違った。やっぱああいうところに惹かれたんですよ、お金。ファッションすごい、真面目ですよね。真面目ですよね。素敵ですよね。めちゃくちゃ素敵。うん、すごいと思った。あ、そうだ、最後1個だけ他に聞いていいですか。はい。
いただいたものはいカエル結構なんか使われてるじゃないですか、はいなんでカエルなの？やっぱり自分たちで自然栽培ではい田んぼをやっているので、その田んぼの元気な田んぼの元気な自然の象徴みたいな。ああ、そういう意味なのね。家紋にも今いますもんね。そうです。王冠とかにも、はい。あとはなんかこう自然に帰るとか、ああ、なるほどね。意味合いがあるのと、あとは、カエルつけたのは本当18代になってからなんですけど、ちょっと蔵元カエルに似てません？あ、顔が。ああ、言われてみれば。言われてみれば。それもあります。あ、そうなんです。なるほど。だからもしかしたら19代になってたらカエルじゃなくなるかもしれない。新潟のサポーターになれば独身女性いっぱい、日本酒好きな独身女性いっぱいいるから新田本家のイベントに来て石井酒造の嫁を探してる自給自足で。自給自足で怒られますよね、蔵元の前で言ったらそんな自給自足あるから。はい、はい、ということでこの動画いいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。4月12日にはい蔵で新田の感謝祭というお祭りが、あ、毎年やられてるんです。はい、4月12日はい詳細この辺に出します。あとチェックしていただければなと思います。帝国学校の Twitter のアカウントも始めてますので、こちらもぜひフォローをお願いいたします。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。バイバイ。こなれ感本当頑張ってください。ご了承。やっぱお醤油屋さんがよく言うんだけど、お醤油屋さんも今1500ぐらいらしいんだよ。ああ、なるほど。やっぱりそれまではすごいやっぱ競い合ってた。でキッコーマンなんかもやっぱりどっちかというと敵だったけど、キッコーマンの社長がやっぱりこれ以上醤油がなくなると醤油文化自体がなくなる。その競い合ってる場合じゃない。その小さい蔵が何かが出ていくらでも応援します。だから日本酒もそうだと思うんですね。やっぱりその数のあるやっぱり数があるからこそのその強さというものもあるし、やっぱりいろんな蔵があってその多様性を送る期間の中で日本酒全体が楽しい。そうですね。まあきっと日本酒のオリジナルの立ち位置、人とかね。もう今もう試行錯誤と瞑想中ですから。臭くなる予定が俺も結構瞑想中や。本当ですか。20年ぐらい瞑想してるから、本当ここ4、5年よ。なるほど。いや、それはなんか明確になる。嬉しい話。明確になると迷いがなくなってて、いやだから迷いはあるんですよね。どこに落とせばいいか。ここ行こうって決まれば、こっちの道来るこっちがいいじゃんってこう選択肢がこうさ、決めるときに決めやすいんだけど、それでいいかもしれないし。ラムネのような爽やかな匂いがします。あっさりしてるけど、余韻が